こんにちは。環境系 YouTuber のかながりです。今日はみんなのとっても身近なゴミについて話したいと思います。かながり。さて、みんなが普段出しているゴミ、出たら袋に入れて、外に出して、で、ゴミ収集車の、車と収集車の人たちがゴミを集めてくれて、それを持っていってくれる。さあ、じゃあその後、どこに行くと思いますか？どうやって処理されてるんだろう？多分、いろんな人が想像するのは、燃やしてるんじゃない？リサイクルしてるんじゃない？あとは埋め立ててるんじゃない？そういう考えは思い浮かぶと思います。でもそれだけじゃ、ゴミが処理しきれないから、なんと、ゴミを輸出してたんです。ゴミを輸出してたの？ね、びっくりしない？ゴミを他の国に送ってたの。この自分の国では処理できません。だから、ゴミを送ります。世界最大のゴミ輸入国として中国が挙げられます。あとは東南アジア、南西アジア諸国、タイとかマレーシアとか他にいろいろな国、そういう国がゴミを輸入してたんです。だけど問題なのが、その国たちはゴミをもう受け入れません。もう輸入しませんって言い始めました。もう今年2021年の1月、もう中国は全てのゴミの受け入れを禁止しました。あとは他の国でもどんどん輸入しない国がたくさん出てきてます。で、しまいにはもう処理しきれないから今まで送りつけてきたゴミ返すよって日本とかカナダとかそういう先進国にゴミを送り返している現状です。もううちの国ゴミ置き場じゃないからってで、だから今日本はゴミが行き場所をなくしてる。そうだからすごく今そこが問題になっていて、今もう環境省がすでに言ってるんです。これあと20年で日本全国のゴミ埋め立て場がいっぱいになってゴミを埋め立てできなくなるって発表しました。結局ゴミをもう埋め立てできるところがなくなってきてるっていう現状です。っていうことは全部燃やせばいいじゃん、なんとかすればいいじゃんって思うかもしれないけど、結局燃やすのにも場所が必要だし、その分二酸化炭素が出て燃やすことで環境を汚染する。で、実は日本は焼却炉の数が世界1位なんです。で、何箇所あるかっていうと1243箇所、2位がアメリカ、たったの351箇所。日本はあんなちっちゃな島なのにアメリカの4倍もの焼却炉をもう持ってるんです。だけどそれでも追いつかないくらいゴミが増え続けている。それってやばいと思いません？で、ゴミの中でも特に問題なのが廃プラスチックです。プラスチック製品。で、プラスチックって自然に帰らない。だから燃やしたりリサイクルしなきゃいけないんだけれども、リサイクルしてるのってたったの数%で、それ以外って全部燃やされてる。そうしたら燃やした煙がまたどんどん地球の上に行ってどんどん地球を汚染して、私たちがまた住みづらい地球にどんどんなっていっちゃう。で、結局なんでその途上国はゴミを輸入してきてたかっていうと、それで経済を回していた。先進国はお金を持っているから、じゃあお金払うからじゃあリサイクルしたり何かこう原料に変えたりやってきたけど、それで使う水とか資源っていうのは限りはあるし汚染されていくし、本当に環境に悪いことっていうことがもうどんどんもう明らかになって、こういう状態です。今送られてるゴミ、いろんなものがありますよね。だって私たち知らないから、ゴミが出た先のことを思えないよね、正直。これが現状です。だからやっぱり私たちは住んでることは当たり前になってしまうけれども、そこで出すゴミとか起こす行動、そういうことをちょっとずつでもいいから変えていった方が絶対にこの地球のためにも、世界のためにもいいと私は思います。つながり。私たちができることってあると思います。そんなの知らないよ、なんとかすんでしょどうせって思ってるあなた、絶対に一人一人できることがあるから、それをやっていった方がいいと思います。じゃあ何ができるか、きちんと分別をすること。まずあとは
ゴミを減らすこと、無駄に物を買わないこと、プラスチック製品をなるべく控えること、あとは食べ残さないこと。食品ロスも問題ですよね。大きな問題。何でもかんでも捨てればいいやっていうマインドをなくす。もうそれだけでも絶対に変わると思います。考えてみると意外とできることっていっぱいある。本当に思ってる以上にゴミってすごい量出てるから、毎日年間で5500万トン家庭ゴミだけで出てるって言われてる。それをどうやってこの日本小さなこの島で処理しきるの？すごいことだと思います。じゃあ20年後30年後、じゃあ今のちっちゃい子たち、子供たち、そういう子たちが住むのにすっごく住みづらい世界になっていると悲しいよね。普通に悲しい。何してたの？あなたたち。もちろん私たちだけじゃない。この問題を抱えてるのはもちろん私たちよりも先に生まれた人たちの問題でもあるけど、でも私たちが動かないと何も変わらないし、だからちょっとこう上の人だけを頼りにしてたりだとかしていると良くないのかなって思うので、今多分私の同世代とか私より下の人たちがどんどん環境問題を今アクションを起こしてます。でこうやっていろいろ問題点とかこういう状況だよ、やばいよっていうことをどんどん SNS を通じて発信しているから、私はほんのそれの一部 YouTube を通して簡単に分かりやすく環境問題とかそういう世界の問題をこう伝えていこうって思っているんだけれども、意外と調べればいっぱい今出てくるから、ぜひ自分からちょっとこうしてみようかなっていう気持ちで、自分の子供だったり未来の子供たちのため、あと私たちのため、20年後30年後50年後生きてる私のこの世代はそうなので、ちょっと自分事だと思ってぜひ何か取り組めることを取り組んでいってほしいなと思います。はい、今日はちょっとゴミについてみんなに知ってもらいたくてお話をしました。他にも、ゴミの問題は、溢れているので、ちょっとずつこう分かりやすくお話できたらなと思っております。では今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったなとか、面白かったなって思った方はぜひチャンネル登録と、あとは高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さようなら。バイバーイ。